はい、どうも元です。ですね、南北統一記念日とメーデーの連休にベトナムと中国の国境地帯へソロで行ってきました。今までいろんなところにロードバイクで出かけてはいるんですが、今回もまだ行ったことのない場所へ出かけようと目的地を考えていたら、我らがロードバイクの師匠ヴィンセント・レベッカ夫妻がですね、カオバンに行ってるのをストラバで見かけてどうしても行きたくなってしまいました。ということでですね、今回の目的地とルートの説明です。今回のですね主要目的地はですねベトナムと中国の国境にあるバンゾックの滝とですね、山の中腹にですねぽっかり穴が開いているエンジェルズアイマウンテンですね。どちらもカオバン省にあります。ルートはですね、今まで行ったことのない東北部のですね、ランソン省からバンゾックの滝へ北上して、そこから西のですね、カオバン市方面に戻って、エンジェルズアイマウンテンに立ち寄って、カオバン市から、バッカン、タイグエン経由でハノイに戻るルートになっています。ルート設定にあたってはですねストラバでですねコース作成をしました。昨年のですねハザンカオバンバッカンライドでですね熱中症になってしまったので、山岳部ではですね無茶な設定は避けて、走っても1日200キロを超えないように当初5日間の日程で作成しました。出発前々日にですねタイヤのシーラントの量をチェックしにライドバイクスへ行ったらですね、プラティークからカオバン省の道路状況についてですねアドバイスがあったので、ちょっと3日目のルートを変更しました。準備に関してはですねちょっと最近暑くなってるので水だけじゃちょっと吸収が悪いんで補給用にですねボトルに入れるなんかビタミンタブレットみたいなやつを買いました。補給食についてはですねいつものアーモンドとレーズンだけでですね、あと他は途中のお店とか屋台で食事をとりましたね。あと前回のですねディエンビエン風ライドからハンドルバーバッグの使用をですねやめました。ハンドルバーバッグはですね結構大容量ですごく便利なんですけどハンドルの一部が握れなくなってしまうので、僕の場合はですねヒルクライム時にちょっとデメリットになってしまうっていうのがあって、使わなくなったのが、そういう理由です。で宿泊地については2日目のですねバンゾックの滝周辺以外はいつも通りその日になってから探すというパターンですね。2日目はですねさすがに田舎すぎて多分急に確保は難しいかなと思ったんで事前に予約しました。でここからですね実際のライドに関する感想です。初日なんですけど山岳地帯に入るまではですね特に退屈な感じですね。バクニン省からですねバクザンまではですね結構交通量が多いしちょっとそういうのでストレスがありますね。ただその天気予報でですね気温が40度を超えるっていうことがですねはっきり分かってたので、なるべく午前中に距離を稼ぐように集中しました。朝6時前に自宅を出て最初の休憩地点ですねバクザン省のケップっていうところまで80キロぐらいなんですけど平均速度がですね、30キロを超えてたんで、いいペースで走れてたかなと思います。でケップで、食事をとって、この日の後半戦に挑みます。ロングライド時の僕はですね麺よりもどっちかというとお米ですねお米を食べたい派ですね。やっぱり噛まないとなんか力が出ない感じがするんですよね。この日は麺だったんですけど麺に添えられていた豚肉の串焼きがですねとてもジューシーで元気が出ました。ケップを過ぎるとですねすぐに、ランソン省に入って、山岳地帯特有の風景に変わります。でまた標高とですね気温がですね時間を追うごとに徐々に上昇してきました。サイクルコンピューターの表示によるとですね気温は40度を超えてこの日の最高気温をですね46度に達していましたね。もともと1日目はですねランソン市まで行くようにしてたんですけど、到着時点で時間も早かったしですね、余力もあったんで2日目のルートを少し走ることにしました。
国境の街っていうだけあってですね、中国へ向かう大型トラックやトレーラーが結構多かったですね。国境ゲート付近ではですね、越境待ちの車で大渋滞が発生してました。とりあえずゲート近くまで行ってからですね、宿泊する街に戻りました。街にはですね、少しなんですけど中国語の表示があって、中国人相手の店もあるんだろうなっていうのが分かります。とりあえず良さげなニャーギーを見つけてですね、部屋を確保しました。残念ながらロードバイクをですね、部屋に持ち込むことはできなかったんですけど、宿の人が見てくれているということを信じるしかないですね。今回ソロなんですけど、この日の夜だけですね、日本人ライダーの E さんが合流するということで、もう一部屋も確保させてもらいました。E さん到着後にですね、食事に出かけようとしたんですけど、宿の方がですね、一緒に食えということですね。同席したその宿の人の親戚かな、なんか一生懸命中国語で話しかけてくるんですね。多少の中国語はわかるんですけど、なんで日本人に中国語で話しかけるんだというふうにちょっと思ったんですけどね。その後他にもいっぱい来客が来たんで、我々二人はちょっと中座してですね、外で食事をとることにしました。2日目はですね、E さんからいただいた差し入れを食べた後にですね、別の国境ゲートがあるみたいだったんで、そこの近くまで一緒に行ってですね、その後各々のルートを走ることで別れました。2日目はですね、獲得標高がストラバによると2500メートルを超えるっていうこととですね、あと大きな町を通過しないので、補給について結構心配かなというのがありました。また同じですね、北部の波山省と同じようにちょっと道路の舗装状況が良くないんじゃないかなと思ったんですけど、波山よりもですね格段に道路が良かったんで走りやすかったです。今回はですね、休憩する街をですね事前に調べておいてたので、補給に関してはですね問題がありませんでしたね。獲得標高はぼちぼちだったんですけど、極端に急な坂はなくてですね、だいたい最大でも 10% ほどだったんで、時間も体力も奪われずに済みました。この日の目的地はですね、バンゾックの滝、この日の目的地でバンゾックの滝近くになると下りが結構多くなります。宿泊先に戻るときにですね、登るのも嫌だなと思ったんですけど、しょうがないですね。滝が見えるとですね、がぜんテンションが上がってですね、川の向こう側は中国なんだって思うんですけど、地図と違ってですね、境界線があるわけじゃないので、そうやって思ってみないとただの普通の景色に見えますね。滝近くまで行くのにですね、砂利道だったんで危うく転ぶところだったんですけど、無事に駐車場に到着してですね、入場料が4万ドンですね。今いくらかね、300円弱ぐらい自転車をですね滝の近くまで持っていけないんで、駐車場にそのまま止めときました。スマホでですね滝の動画を撮ってたらですね、僕の同僚のですね女の子がですね彼氏と一緒に遊びに来てました。本当に自転車で来たんですかって僕のジャージ姿をですね見ながら声をかけてくれます。なんか名物らしい。噂には聞いてたんですけど、やっぱり生で見るとですね蛮族の滝ってすごく迫力があるというか印象が違いますね。事前に予告してたですね日本の友達にですねビデオ通話をしてですねライブで見せてやりましたね。時間的に余裕があればボートにも持ってみたかったんですけど、自転車が心配なんで今回は諦めました。風景もある程度満喫したんでこの日の宿へ向かいます。途中名物かな、なんかそのゼリーみたいなところてんみたいなようなものを買って食べました。2日目の宿はですね滝から7キロほど戻ります。事前に予約していたですねホームステイで、部屋も広くて綺麗だし、自転車も部屋の中に入れられたんで安心して一夜を過ごすことができました。3日目はですね朝食も取らずにチェックアウトして出発します。ホームステイの朝食ってですね結構遅い時間が多いので、気温の低いですね貴重な早朝の時間をですね無駄にしてしまうので朝食取らずに出発しました。出発していきなりですね 8% ぐらいの坂を登ったんですけど短かったんでそんなに
体力は奪われなかったかなと思います。まあ僕自身ですね、そんなに疲れてないと思ってたんですけど、朝食をとってなかったのかが悪かったのか、体が結構だるかったんで、もしかしたらその前日2日間のですねダメージがあったのかもしれません。と思いながらですね走ってるとですね、ある集落でですね、看板も上げてないですねバインクオンのお店を見つけました。バインコンっていうのはですね、米粉で作ったクレープというか、餃子の皮みたいな細切りする前のフォーみたいなやつなんですけど、ハノイでは酸っぱいですねつけだれにつけて食べるんですけど、本場カオバンではですねスープに入れて食べますね。ベトナムのハムゾウとですねネギが入ってました。さすがに名物なだけあってですね、とても美味しかったですね。僕が今まで食べた中ではですね、イエンバイのやつが美味しかったんですけど、イエンバイで食べたバインコンをですね、上回る美味しさでしたね。食べたら元気になったんで、この日の目的地を目指します。プラティックから教えてもらったですね、DT211 はですね、舗装だけじゃなくて、景色も良くてですね、アップダウンも楽しめるいい、コースでした。この日の目的地はですね、エンジェルズアイマウンテンです。僕的にはですね、天使っていうよりもですね、一つ目の妖怪的な感じなんですけど、おどろしい表現よりも天使の方がやっぱり印象がいいんでしょうね。メインの道を外れてですね、山のあるキャンプ場へ曲がるとですね、途端に道が悪くなります。平地は大丈夫だったんですけど、砂利道でやっぱり上りと下りではですね、さすがに押して歩きました。キャンプ場に着くとですね、目の前に山が見えます。とりあえず行けるとこまで行って記念撮影をしましたね。ここでも友人にビデオ通話をして自慢をしてやりました。ちなみにその彼にはですね、ガーミンのライブトラックをリンクでいつも送ってるんで、だいたい僕のライド状況はどこにいるかはですね把握してもらってます。一つ目山、そのエンジェルズアイマウンテンですねを後にするとですね、カオバン市内へ向かいます。ほとんど下りだったんで、体力的な消耗はありませんでした。当初の予定ではですね、カオバン市内で宿を取ろうと思ってたんですけど、100キロ程度だとですね、ちょっと時間が余ってしょうがないので、お昼ご飯を食べたらですね、そのまま4日目のルートを進むことにしました。しかしながらですね、4日目っていうのは僕の鬼門ですね、抜干渉なんですね。あくまで僕の経験上なんですけど、抜干渉の番犬がですね、一番立ちが悪いと思ってます。ベトナムではですね、放し飼いの番犬は珍しくないんですけど、僕がですね、抜干で襲われる確率が非常に高いですね。案の定、とある集落で1匹の犬が出てきました。追いかけられないようにですね、犬が出てきたらですね、自転車から降りて、ゆっくり進んで離れているところにですね、地元の通りすがりのおばちゃんがですね、犬を僕にけしかけようとしてくるんですね。犬だけじゃなくて人の立ちも悪いんだなっていうふうに思ったんで、その辺がリンクしてるのかもしれないですね。もう少しですね、犬に噛まれる、狂犬病についてのですね、ちょっと、理解をですね、啓蒙した方がいいんじゃないかなというふうに思います。犬以外はですね、特に問題もなく、程よく坂を登りながらお熱帯に景色を楽しみました。4日目の目的地、バッカン市まではですね、さすがに行けないと思ったんで、中間地点の町で宿を取りました。事前にね、泊まるならその町と決めてたんで、早めに判断ができてよかったです。以前はですね、できるだけ、進もうっていう思いがあってですね、暗くなってから犬に襲われることが多かったので、最近はですね、夜は走らないようにしています。宿について食事を取ろうって思ったらですね、目の前のレストランだとお一人様はダメって言われてですね、仕方なく坂をちょっと下って他のレストランを探したらあったんで、無事に食事を取ることができました。看板メニューにですね、チャーガーチエンっていうのがチャンガンチエンかっていうのがあったんで、鶏の唐揚げだろうと思って頼んだらですね、チャンがですね、足の意味でですね、鶏の足の唐揚げがですね、10本ほど出てきました。しょうがないんでですね、他に頼んだチャーハンとスープと一緒に食べましたけど、気持ち悪いっちゃ気持ち悪いですけど、ゲテモノはいろんなとこで僕食べてるんで、気にせずですね、とりあえず食べましたけど、ただ食べるところがですね少なくてちょっと面倒でしたね。
4日目は一気にハノイまで200キロ走って帰宅することにしました。バッカン市までたどり着けばですね、あとは緩やかな下り坂が続くし、大宮園まで行けばですね、気持ち的に余裕が出てきます。ですがやっぱり平地に降りてくるとですね、やっぱり山岳部よりも気温が高くて、ちょっと心が折れそうになったんですけど、立ち寄ったカフェでですね、氷をボトルに入れてもらったり、適宜休憩を入れることで無事にハノイの自宅にたどり着くことができました。最後ですね、ニューロードに入るときにですね、ちょっと迷ってしまったけど、無事に帰れたんでよしとしています。今回全て自走で回ったんですけど、バッカンからですね、蛮族を目指したり、川場まで輪行するのがですね、負担もなくて楽しめるんじゃないかなというふうに思います。これで大体ですね、北部から中部は制覇しているので、お金と時間に余裕ができたらちょっと南西してですね、各省を制覇していこうかなというふうに思います。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。